こんにちは。今回はパソコンで絵画風の絵を描いてみたいと思います。使用するソフトはマイクロソフト社のワードです。パソコンで絵を描くときは専用の描画用ソフトを使うのが普通ですが、今回はあえて最も一般的な文書作成ソフトであるワードを使用して描いていきます。描画に際しては液晶ではないペンタブレット、俗に言う板タブを使って描いてみます。簡単な描画であればマウスでも十分可能ですが、今回はもう少し時間をかけた描画をするためペンタブを使ってみます。使用するペンタブは AP1060 です。こちらは6000円台で購入できる板タブで、描画エリアが B5 サイズ以上あります。付属品としてはペン、USB ケーブル、返芯、タイプ C とマイクロ USB アダプター、2本指グローブなどがついています。ドライブをインストール後、画面の描画エリアや画面の向きを設定します。ペンには2つの機能があります。ここで筆圧の設定も可能です。また本体にはショートカットキーもあり、自由に設定できます。使用するワードは2019年モデルです。描画タブを使って書いていきます。なお、ワードの年式や種類によって描画機能がないものもあります。ペンは3種類あり、それぞれ太さは5段階あります。ペンの追加を押すと、よく使う色のペンを表示しておくことができます。まずは以前、油彩で描いた絵のコピー用紙を使います。マスキングテープで貼り、形をペンでなぞってトレースしていきます。コピー用紙であれば十分にトレースが可能です。トレースなのでモニターを見ずに手元だけ見て描き進めます。今回はいわゆる漫画アニメ調ではなく、絵画のスケッチ的な絵を目指します。そのためここでの輪郭線はあくまでも形の当たり線として描いていきます。多少の失敗の線は気にせず描き進めていきます。決して描き直すこともできますが、後で白い色で描画するためどんどん描き進めます。ペンの種類を鉛筆にして肌を塗っていきます。わざと隙間を空けて粗めに塗っておきます。服の水色もつけてみます。ここから先はトレースの必要がないのでコピー用紙を外します。黄色系の色を鉛筆のペンで描いていきます。髪の毛は茶系を塗ってみます。この後太めのペンである蛍光ペンで部分的に塗っていきます。人物の影の部分を赤系の鉛筆で塗ってみます。なお肌の明部は白系で描き起こしています。絵画的な描写を目指す場合、鉛筆のペンの使用は効果的です。仮想が透けて見えるので仮想の色を計画的に配置します。背景の花の部分にも赤系の色を置きます。
白や水色で描画していきます。髪の毛はさらに焦げ茶系で塗ります。肌のベーブを白系で塗ります。その後再度赤系で塗っていきます。絵の具で描画するときと同じ感覚で塗り進めます。白系の色で最初に描いた輪郭線を弱めていきます。今回の絵はパステルや水彩で描いたような調子にするため、輪郭線はあまり目立たないようにします。髪の毛をもう少し描き足します。こちらももっと時間をかければ油絵のような画面になりますが、スケッチ風な調子で留めておきます。全体の調子を見ながら足りない部分を加筆していきます。赤、オレンジ、黄の暖色中心ですが、部分的に寒色の水色を入れることで暖色を引き立たせることができます。花はもう少し描いてもよかったのですが、時間の関係もあり、今回はこのくらいの描画にしました。このくらいで完成としました。もちろん描画専用ソフトで描いた方が楽に描画できます。でもワード上でもこんな感じに描くことができますので、試していただければと思います。またマウスだけでもある程度描けますが、今回使ったような安いペンタブがあると少し細かい絵も描くことができます。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。